読書のご紹介とブックパーティーのおすすめということで、お話したいと思います。早速ですけれども、ふみちゃんは普段、どのくらい本読んでる？夜結構読むかな。夜ベッドに入る前も読むし、ベッドに入ってから読むこともあるけど、ベッドに入ってからはそんな持たない場合もあるからね。そうだね。はるちゃんは？そうね。そう私もそう夜寝る前に、30秒から40分ぐらいまで、読むことがある。でもね、最近ね、暑いからってこともあるんだけれども、朝起きちゃうことが多いのね。だから朝ベッドの中で読むこと多くなってきたかな。その方が頭に入りますね。頭冴えてそう。そうね。あとどんな風に本って選んでる？私は、気に入ったこの作家さんが気に入ったって思うと、その人割とすごいしつこく追いかけるタイプなので、読み尽くしちゃうと、もちろんどんどん広げていかなきゃいけないわけなんだけど、TSUTAYAとか行って平積みになってる本を中心にバーッと見て、これ面白そうって思ってまとめ買いしたりとか、あとそれからこっちにいる時に暇な時に Amazon で結構いろいろブラウズしてて、あとおすすめとか上がってくるじゃない Amazon で、あれでチェックしといたりする。私もそうね。ネットでわーっと上がってきて、これ私今必要と思った時にすぐ注文しちゃうか、まとまった時間があるちょっと前にやっぱり本屋さんブラブラって行って、でもいろんなジャンルのところを歩き回って気になる本をバーッと集めて、でまとめ読みするっていうのか。まとめ読むのもまとめ読みね。そういうことが多い。で思い出したんだけど、ふみちゃんも私も子供の頃すごく本が好きだったでしょ。で私もいつも図書館から本借りてきて、で帰ってきたら缶にその日のおやつを自分のおやつを入れてで缶とその本を持って、それで、庭の大きなもちの木があったんだけど、もちの木のてっぺんまでそれ登っていっておやつ食べながら本を読むっていうのがもう最高の幸せと思ってた。これは幸せだね。でちょうど向かいが昔通ってた幼稚園の窓があるんだけど、そこの窓をガラッと先生が開けて、その知り合いの先生が「江川さる子ちゃん」って手振ってくれてた。おかしい。ふみちゃんも定位置があったよね。私はね、私インドア派だからさ、木の上じゃなくてインドア派だったよね。木の上じゃなくて、ソファーがさ、庭に面したガラス窓のすぐ内側にソファーが置いてあって、そのソファーとガラス窓の間に無理やり入り込んで、やっぱりお菓子の缶と本と抱えてたね。ふみちゃんいないなって思うと、いつもそこのソファーの裏探すと必ずいるみたいな感じだった。そうかも。はい、ふみちゃんのじゃあ、子供の頃好きだった本の話お願いします。はい、すいません。実家に置いてあるのではるちゃんに見せていただきますが、この大きな森の小さな家ってこれ昔の本なんですけど、アメリカの開拓時代の話なのよね。で、ローラ・インガルスっていうこれ実際に書いてる人の小さい頃の思い出なんだけれども、最初東部の大きな森に一家で住んでて、でもうそうするとその1年の移り変わりの話が面白いんだよね。秋冬が来るともう食べ物なくなっちゃうから、冬のうちに太ったクマをお父さんが仕留めてきて、でそれをお庭でヒッコリーでいぶして燻製にして貯蔵したりとかさ、じゃがいもとかかぼちゃとかも育ててあるやつを全部屋根裏部屋に保存しておくお部屋があって、そこで冬中一緒に遊んだりするんだよね、お姉さんと一緒に。割と食べ物関係の話をよく覚えてるんですけど、このシリーズ大好きだった。ワクワクしたよね。豚を解体した時に最後豚のソーセ尻尾のソーセージみたいな。ソーセージっていうかね、尻尾を鉄の串かなんかに刺してもらって暖炉で炙るんだよね。すごい美味しそう。どんな味って思ってた。そ
そういうなんか何でも自分で作っちゃうその生活がすごい面白そうだと思って楽しかった。ですね。私も一緒です。この他にふみちゃんに一応出しといてって言われた本をちらちらっとご紹介しとく。じゃあもう一個はナルニア国物語関係ですね。そうだね。どれだろう。ナルニア国物語って映画にもなったんだけど、ナルニアっていう架空の世界があって、その世界にイギリスに住んでる子どもたちがこう呼ばれて、その世界に入って中でこう魔女とか妖精とかなんか喋る動物とかがいっぱい出てきて、そこで冒険をするんだけど、これも私すごい大好きで、小学校の時に私どうやったらナルニアに行けるんだろうってすごい真剣に考えてたのよく覚えてる。はるちゃんは子供の頃好きだった本は？私ね共通ですね。大草原の小さな家大好きだった。あともう一個だけ古い本棚から一冊持ってきたのはこれ。懐かしいそれも。私双子だったらよかったのにってずっと思ってた。双子の女の子がこう入れ替わってなんか仲悪くなっちゃったお父さんとお母さんをくっつけるんだよね。そう。そんな話です。はい。じゃあ今度は個別に行く。みちゃんの方からじゃあどうぞ。じゃあ私はお酒とお酒の魚が好きな方にもうまさにそのまんまっていうタイトルなんですが、酒、魚、酒っていうなんかお酒好きな人ってこのタイトルだけでも面白そうって言ってくれるんだけど、なんか吉田健一さんって昔の日本の首相だった吉田茂の、息子なのよね。でだからこの方自身がもうちょっと昔の方で70年代1970年代に書かれた本かな。で、文章とかはねちょっと読みにくい部分もあるんだけど、もうこのすごい大変な美食家でお酒と日本各地のお酒と食べ物に対するそのこだわりとそのなんていうかなこう緻密な描写がねものすごく美味しそうなんです。これおすすめです。はい。じゃあ次私行こうかな。ずっと好きで時々読み返す本っていうのはこの河内有夫さんっていう方の本なんだけどね、2冊あって、最初にねこの「パリで飯を食う」っていうこの本に出会ったのは10年ほど前で偶然本屋さんで手に取ったの。でこう背表紙でこう並んでるからなんかパリのグルメ本かなと思って手に取ったんだけれども、そうではなくって、背表紙に書いてある通りにそのなんか今ちょっと読むけどね、三つ星レストランの厨房で働く料理人、オペラ座に漫画喫茶を開いた若夫婦、パリコレで活躍するスタイリスト、その他アーティスト、カメラマン、花屋、国連職員、パリにいつの間にか住み着いた日本人10人の奇跡っていうふうに書いてあるの。でそのなぜゆえパリに住み着いたのかとかどういうふうに暮らしてるかっていうような話がすごく面白かったの。でこれとそれからと河内有夫さんっていうのは、ノンフィクションを書く方なんだけれどもこれは割と最近の本なんだけど、これはすごく面白かった。これは空行く巨人って書いてあるっていうタイトルで、帯に書いてあるのは鈴木敏夫さんってスタジオジブリの方が書いてあるんだけれどもね、その一人の人間ができることなどたかだか知れている、しかし二人となると奇跡が起こるっていうふうに書いてあって、中国福建省出身の蔡國強さんっていう方と、それから福島県のいわきの会社経営者志賀忠重さんっていうこの2人の出会いが発端になって、どういう奇跡的なことが起こるかっていうのを追った本なのね。これもすごくおすすめです。もしよかったら読んでみてください。はい。はい。からふみちゃんは次は。はい、次は気分が落ちた時に読む本っ
っていうのでちょっとなんかやっぱり誰にでもあんまり人生うまくいかなくて気分が落ちる時ってあると思うんですけど、なんかそういう話を私友達にしてたらなんかこの本をねいただいたんですよ。その時にこれ英語の本なんですが、ね、The Boy, the Mole, the Fox and the Horse っていう男の子とモグラと狐と馬が出会って友達になっていろいろと話をぽつりぽつりとしていくっていう話ですっごく可愛いのね、このなんか絵も可愛いでしょ。可愛いでなんかねすごく優しい本なのよ。で文章はあんまり多くなくって、なんか例えばねモグラがねこう大きくなったら何になりたいって聞くわけ、でそうすると男の子は優しい人になりたいっていうのね、でそれとか男の子がモグラに成功って何だと思うって言うと、モグラが成功っていうのは愛するっていうことだよって、to love っていうのね。でなんか可愛いでしょ。深いね。でもねそうなの。なんか文章は短いんだけどとっても深いんですよ。でなんかこのイラストとぴったりで、可愛い。なんかこうちょっと心が疲れている時にちょっとなんかどっかもうランダムに開いてなんか一つ文章を読んでちょっと慰められるっていう感じの本です。なんか素敵なプレゼントだね。素敵なプレゼントだよね。本当にそう思う。ねえ。はい。はるちゃんは。私の方からは気分が落ちてる時っていうよりはこれ読むといつでも気分が上がるっていう本、私の好き。それ大好き。知ってるよね。怪しい探検隊海で笑うっていう椎名誠さんが文を書いてて、中村正夫さんが写真を撮ってるっていう、どういう本かっていうとなんかその、おじさんたちがめちゃくちゃに真剣に遊び回るのよね。海とか山とかで。で何人ぐらいなのかな、10人ぐらいいるんだけど、おじさんだからそのグループのことを、いやはや隊っていうんだけどね、疲れちゃうから一生懸命遊ぶとくたびれちゃっていやはやいやはやってなっちゃうからいやはや隊って言うんだけど、そのなんか食料は基本その現地調達だみたいな感じで釣り竿を持って無人島にキャンプに行ったりとか、それから海底に潜ってサメの頭なぜなぜしたりとか、それからオフロードバイクでなんか山を攻めたりとかしてるおじさんたちの話なんだけど、この徹底的な遊びっぷりっていうのに私は憧れて、それからこのね中村正夫さんでカメラマンだけど、この方自体もそのいやはや隊のメンバーで半魚人って言われてるんだけど、この方の撮ってる写真がすごい素敵で、なんかねこれ見るといつの季節でもやっぱ私海好きなので、なんかすごく気分が上がります。はい。綺麗。そう、なんかその真剣な遊びっぷりがいいよね。そうなの。これがいやはや隊たちのおじさんたち。はい。はい。次ですか？はい。はい。次は私はねこれ2冊あるんですけど、なんかお茶と和菓子が好きな方に、これはるちゃんねお茶してるからはるちゃんからご紹介する方が本当はいいのかもしれないんだけど、まず1つ目はこれすごく知ってる方多いと思いますけれども、日これ口実というで出てらっしゃる映画にもなりましたね。大学生の若い女の子がなんか別になんていうことなくお茶を習い始めて、なんか最初はなんかもう細かい規則だらけでなんでこんなことするのっていうふうに思ってたんだけど、なんか時間が経つにつれてなんかそこからいろんな幸せを見出していくみたいなお話ですよね。で実際のそのお茶の詳しい話とかもいろいろ出てきて、それがストーリーの中にうまく取り込まれていてとっても面白かったです。面白いよねそれ。面白いよね。大好き。でこちらはこれもやっぱり若い女の子あんちゃんが
学校を出てデパ地下の和菓子屋さんに就職するんですよ。で最初は和菓子のこと何も知らないんだけれども、なんかいろんなミステリアスなお客さんが現れて、あの人はなんであんなことを言ったんだろうって思うと、なんか後からその和菓子にかけた言葉でなんかそこから謎が解けたりとか、この季節にはこういう和菓子を食べるでしょ、だからねみたいな感じで一つ一つこういろんな謎めいたお客さんが現れては和菓子のことからこう謎が解けていくっていう感じのお話なのね。それがなんかこう和菓子の世界っていうのもすごいなんか歴史にも基づいてるし、おしゃれとかが多かったりとかして、そういうのもなんかとっても面白かったです。私それ読んでみたいんだよね、まだ。これ読むといいと思う。で今回調べたら実は続々編が出てるらしくって、それも読みたいなと思ってます。大人気なのね。お抹茶飲んで和菓子が食べたくなります。いいね。次ははるちゃんは。私ね、私はちょっと生き方を変えた本っていう。これ懐かしい。それも懐かしいよね。これもしかしてふみちゃんが最初に教えてくれたのかな。そうだと思います。本当。私から買った覚えがある。本当。でこれ、8冊ぐらいあるのよね。で、その後なんかめちゃめちゃ面白くて、なんか英語バージョンも買って、なんかもう結構読み込んでる本なんだけれども、これはそのダイアン・デビッドソンっていう方が書いてる本で、クッキングママの名推理っていう主人公がゴルディって言ってね、ケータラーなのね。でいろんな料理を仕込んで、パーティー会場に持っていく、それから料理を食べていただくっていうのが仕事なんだけれども、その行く先々で必ず殺人事件が起こるの。でそれを担当する地元の警部っていうのが、シュルツっていうんだけれども、そのシュルツの、手助けをしながらっていうか、ゴルディがそのなんか情報収集したりとか、それから女の勘を使ってその、シュルツを助けながら、犯人逮捕に、導くっていう本なんだよね。でこの本はその、小説としてもその話の進め方としてももうワクワクしてもうどんどん読んじゃう本、すごく楽しかったけど、この本でね、そのケータリングっていう仕事があるんだっていうのを私は知ったんですよ。でね、この本さっき調べてみたら1995年に最初に刷られてるのね。で多分すぐに私、割と読んだみたいなんだけれども、というのは、私が1998年にパーティーデザインっていう名前でケータリングを始めてるから。思いついてからが早いね。そう、何も割と早いけどね、割となんかこれだこれかもっていうふうに思って、それでパーティーデザインを始めて、それから20年続けたわけなのでね、その間の20年間ってやっぱりその人の輪のなんかつながり方っていうのもものすごく速いスピードで、それから濃いスピード濃くって、それから普段ってその頃ね個人でケータリングやってる人なんてあんまりいなかったからねってこともあって珍しがられたってこともあるけど、なかなかできない経験っていうのをすごくいろんな方にさせていただいて、濃い20年を、過ごしたっていうことでは、これは本当に人生を変えた本と言ってもいいのではないかなと紹介させてください。でも面白いですこれ。面白いよね。はい。じゃあ次は一番最近買った本って話だったんだよね。そう、何買ってんのかなっていうのをちょっとじゃあそれをそれぞれから。私からでいいですか？はい。じゃあすいません。また本は東京にあるので見せていただきたいんですけど。そうだ。これ？すいません。
そうです。東京でひっそりスピリチュアルっていう桜井式子さんっていう方が書いてらっしゃる本なんだけれども、ありがとう。これがね、なんか桜井式子さんってすごいこう神様とお話ができる方なのね。で、なんかまあそういうのを信じる方も信じない方ももちろんいらっしゃると思うんだけれども、でもなんかこの本読んでると、これは東京の神社仏閣のご紹介で、それぞれここの神社にはこういう神様がいらっしゃって、ここのここのお寺にはこういう仏様がいらっしゃってっていうお話が書いてあって、なんかそういうのを読んで、そうなんだと思ってね、行くのが実際その神社仏閣訪ねていくのが結構楽しいのね。で、なんかここの神様はこういう願掛けに強いですよとか、だから、ここのねこのお守り買った方がいいですとか、そういうのそんなことまでとても面白いです。で、私今回この間日本に帰った時にそれを買って、で、ちょっとこっちに持ってきてもね使えないので一回読んで東京に置いてきちゃったんだけど、これおすすめです。なんか一番最近買った本。神社に行った時にそのお願いの仕方みたいなのをふみちゃんは多分こっから仕入れた話だと思うけど、私に教えてくれた気がする。そうだね。桜井式子さんってすごい人気のブロガーなのね。ブログの方の知識かもしれないけど。なるほどね。はい、それが最近のですね。はい。はい。じゃあ私が最近買った本ね。これ続くで起こったことミナペル船の皆川明さんのご本ですけれども、これって続くっていうタイトルで現代美術館で展示会があったんだ展示会っていうか展示会があったんだけれども、その時の、93日間の記録っていうふうに書いてあって、皆川さんが各界で活躍されている、クリエイターさんとかアーティストと12人と語り合ったクロストークを収めてるもので、なんかアーティストの方の本っていうのは私割とよく買うんだけれども、その方の生い立ちとか、それからどういう背景でどういう作品をどういう気持ちで作ってきたかっていうのがすごく興味があってね。でこれも対談集ではあるんだけれども、皆川さんのなんかものづくりの姿勢っていうのにちょっと触れてみたいなと思って買ったんだけれども、この手の本っていうかそういうアーティストさんのそのなんか本っていうのをずっと買っていて、一番最初に買ったのはこれね、すごく好きなプットマン、建築家のプットマンとか、それから最近に買ったのはこの、朝倉節さんの、本とか、石岡英子さんの本とかなんだけど、結構なんだろうな、私もすごく小さい規模ではあるけれども、ものづくりを、ずっとこれからも続けていきたいなっていうような気持ちがあるので、こういう本を教材というか参考にして読んでいます。はい。問題は高いことって言ってたよね、さるちゃん。そうなんですよ。そうね。なんだけどやっぱり中身がこれだけあるからね、しょうがないと思います。本って高いけど、だいたいそこに詰められた、その本ができるまでにの努力を考えるとそんなに高くないのかなって思ったりする。いや、高くないよね。すごい詰まってるし。そうなんだよね。そう思う。結局は本は買っておいた方がいい気がする。なんか気になったものはね。私次はなんか食べ物飲み物の話が多いんですけど、そうだね。ワイン好きの方、ワインに興味がある方に世界一ブリリアントなワイン講座っていうジャンシス・ロビンソンさんというワインの世界ですごい有名なジャーナリストですよね。で、この方が書いたこの本おすすめです。で、私これすごいなんか読み物としても面白いなと思ってて、でなんか
かこの方はもちろん専門家だけど、ワインっていうのは人生の中におけるボーナスみたいなもんだから、気楽に楽しんでほしいんだけど、でもなんか知識があるとね、なんかこうさらに楽しめるっていう部分もあるからっていう姿勢で書いてあるらしいのね。で上下に分かれていて、上がワインの基礎知識で、下巻が世界のワインで、興味のあるところだけ拾って読んでも面白いと思います。なんかそんなお勉強みたいな感じではなくってっていう読めるの？お勉強ってお勉強ってお勉強なんだけど、なんていうのかな、その全部読まなくてもいいし、文章がお上手なので読み物としても面白いです。はい。じゃあもう一つね、私は迷いがあるときに読む本、これは人生の指南書みたいな、一切成り行きキキリンさんの最近買った本ではあるんだけれども、結構なんていうのかな、多分ご自分にも厳しく他人にもきちんとっていうような方でいらしたと思うので、書いてらっしゃることも結構厳しくはあるんだけれども、厳しくはあるんだけど、なんかちょっと愛があって、でユーモアがあるところが結構好き、でこれも最初のところにもう1行ずつなんかいい言葉が書いてあるのね、なんでそのピンときた言葉を拾って本文を読めばいいわけ。それがタイトルになってるわけ？そうなんだけど、その1行、例えばしっかり傷ついたりへこんだりすれば自分の足しや幅になるって書いてあって、でそこのところに拾うともうちょっと詳しく書いてあるんだけれども、とは言っても割と一つの話が短い、簡潔に書いてある、読みやすい。それからもう一つは迷いがあるっていうか、やっぱりなんかお年頃もあるんですけれども、このいろんなこの手の本はあると思うけれども、やっぱりこれはここに書いてあるね、なんか楽しげな、コメント、介護は長期戦と心得よ、イライラしたら笑っちゃおう、好物は喉に詰まらない、恋は長寿の万能薬、これこういうふうに書いてくださってるから、なるほどなって思って手に取ったんだけど、実はこれは、うちの母からあなたも読んだ方がいいわよって言って手渡された。見られる人から見る人へプレゼントみたいな、そうですね。プレゼントじゃないのか。今なんかちょっといろんな迷いがあったりとか、特にね、なんかコミュニケーションの取り方みたいなことに迷うことがあるんだけれども、そういう時に開いて読んでます。でコミュニケーションに関しては、もう一冊、セットで聞く力、これもいい本ですね。非常になんか自分のコミュニケーションを見直すきっかけになったと思いますけど、同じく阿川さんの本だけれども、いい本だなと思って、これとこれとセットで何かの時に読み直してます。じゃあ、私最後に、これは音楽の好きな方にっていうふうに思うんだけれども、小沢誠二さんと音楽について話をするっていう、小沢誠二さんと村上春樹さんの対談集なのね。でなんかこの2人の組み合わせってすごい組み合わせだなと思うんだけど、もちろんご存知の方多いと思うけど、村上春樹さんってすごく音楽に造詣が深い方なのよね。でこの対談集とても面白くって、でなんていうのかな、そのクラシック音楽ってちょっと敷居が高い感じがするけれども、それをその村上さんのその描写でね、とってもなんか分かる気がするのよ、いろいろと。で魅力的に見える、魅力的に聞こえるのね。もちろん小沢誠二さんの話自体もとっても素晴らしくて面白いんだけど、でなんか最後の方に小沢誠二さんが主催してらっしゃったなんかスイスかなんかでやってる若くて優秀な
優秀な奏者が集まってるから最初から演奏自体は素晴らしいんだけど、ただその演奏が素晴らしいだけで本当のいい音楽になってないっていうふうに思うんですって、村上さんは。でそれがこういろんなところからこう素晴らしいやっぱり指導者がやってきて指導してどういうふうにその音楽が本当の素晴らしいものになっていくかっていうその過程の描写とかもすっごく面白い。これ私とっても好きです。素敵ね。今日ちょっと長編バージョンで、長々と話しましたね。まあね、私たちが出会えてよかったって思うような本をいくつかご紹介させていただきました。で、本との出会いってね、自力にだけではなく人から勧められるってこともあるよね。それって結構面白くってもうちょっとずいぶん前12、3年ぐらい前になっちゃうかもしれないんだけれども私、ブックパーティーっていうのを何回か開いていて、で何かっていうと自分のその好きな本を持ってきてくださいと、それから、おやつ1種類持ってきてくださいっていう回で、私はお茶入れて待ってるような感じなんだけれども、割と親しい間柄でもその友達がどういう本を読んでるかなんて聞いたことがなかったっていうのが結構面白くて、意外性もあったりとかして、その若い男の子が今読んでるのはカラマーゾフの兄弟の話でとかって結構そういう本を読む人だったのねっていうのをなんか知るのもちょっと面白かったし、それからその自分でその、探せる範囲ってやっぱり限られちゃうような気がするんだけど、こういうカテゴリーの本ってあったんだねって思って、その場で、借りたりとか買ったりとかしてそんな回だったんだけれども、そのなんか自分の、読む本のジャンルが広がったというか、それすごくいいよね。なんか本当にやっぱりどうしても同じようなものばっかり読みがちだから、なんか人が読んでる本で最初ちょっとどうかな自分に合うかなと思っても読んでみるとそれですごい新しい世界が開けたりすることあるよね。なんかそのいくらそのネットとかでこの本面白いとか書いてあるのを読むよりも、知ってる人とか、出会った人が口で喋ってくれて、だから面白いのよって言ってくれるとなんかじゃあ読んでみようかなっていうふうになる。そうだね。でなんか今はるちゃん言ってたけど本当にその割と親しくしてるつもりの人でもその人がこういう本のこういうところがすごく好きだったっていう話を聞くのとっても意外だったりして面白いし、それってその人のすごい深いところを知ることになるよね。そうね。それも面白い。なかなかちょっとね、今まだ東京もすごい大勢で集まるっていうのができないから、そのうちね解禁になったらブックパーティーは絶対やりたいなと思ったし、今日これ Zoom でふみちゃんとブックパーティーをたくさんやったような感じのイメージ。そうだね。私もなんかちょっとメモ取ってる、あれ今度読まなきゃって、って思うよね。はい、今日は、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。はい、次回は、春子のキッチンというタイトルで、ご紹介してみたいと思います。キッチンのちょっとした工夫だったりとか、それから、おすすめの、道具類の話とか、なんかそんな話をしたいと思ってるんですけれども、約1ヶ月ぐらいかな、先の、アップロードになると思うんですけれども、こちらも見ていただきたいと思っています。だから、今回、いろんな本の紹介させていただきましたけれども、これ私も好きだったとか、それからこの本読んでみたいとか、なんかそういうようなコメントとか感想がありましたらコメント欄に出していただいて、私たちもオンライン上でブックパーティーを広げていきたいと思ってるんですけれども、いいですね。はい、もしよかったらよろしくお願いいたします。ご参加ください。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。